このねっとり感、甘み、飲んだら飲むな。間違えた。飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。最高。うん。うん。うん。ご飯とも合うわ。あ、どうもどうもどうも。この小芝居。どうも、高健哲でございます。今回ご紹介するのはですね、私美味しくいただいてます、ジャーマンポテトですよね。これ現地にこういう料理は実はないんですが、やっぱり皆さん大好きですよね。これのジャーマンポテトを最高に美味しく作る秘訣、たっぷりございます。どんなポテトを選ぶのか、焼き方、切り方、すべてこだわって簡単に作ってます。そしてビールともご飯とも最高に合う。今からご紹介しますので、ぜひ見てくださいね。では、料理していきたいと思います。で、その前にですね、まず、ジャーマンポテト界なるものがあるとすると、もうこの中で今、大きな二大論争が起こってましてですね、そもそも使うじゃがいもの種類は何なのか、大きく分けて2つ、メークイン、男爵、あると思うんです。で、私今日はこちらのメークイン、これ使わせていただきます。これどっちがいいか悪いかじゃないと思うんですよね。それぞれの特性がございます。まずじゃあ切っていこうかな。いい感じの輪切りにしていきます。1センチ弱。これぐらいかな。どんどん切っていきます。輪切りです。これやっぱりねっとりするのと、非常に甘みが出るというのが、この、今慎重に切ってます。あっと。ちょっとだけ斜めに切った方が素敵よ、本当は。断面積が増えて、焼ける部分増えてくるので、ちょっと斜めの輪切りにしてください。1センチ弱。こういう感じで。まあでもいいんですかね。切ったら。おすすめは、斜めに1センチ弱にこう切っていくというのがおすすめでございます。で、メークインはやっぱり甘みが非常に出ると。これ男爵でやると、ホクホクした食感になると。私実はドイツも、ロケで行きましてですね、長期滞在して、みっちりロケやってきたんですけど、まあジャーマンポテトなる料理はないんですよね。僕真っ先に言われたのが、ドイツのレストランで、ジャーマンポテトくださいって言わないでねって言われてるんです。ないから。向こうの方はやっぱじゃがいも大好きで、ドイツは100種類以上じゃがいもがあるんですよ。だからスーパーに行っても、じゃがいもの品種が20種類とか置いてて、このじゃがいもは生で食べて美味しいです。このじゃがいもはホクッとしているので、煮物に向いてますとか、焼き物に向いてますとか、全部アドバイスに書いてて、でそれに従ってどんな料理にしたいかによってみんなじゃがいもをチョイスするんですよ。で、じゃがいもは常に家にあって、それを副菜とかメインで使う。で、このジャーマンポテトと言われるものが今にしてます。ベーコンと茹でたじゃがいもを炒めて使う料理ってあるんですよね。それが日本でジャーマンポテトと言われているのでなかろうかということなんですけど、向こうの方に聞いたおすすめのじゃがいもの調理法はバター。じっくり炒めていきます。バターが溶けてきましたら火を弱めてください。これを弱火で
じっくり炒めていきます。で、向こうの方も炒めるときはこの斜めの輪切りでバターでじっくり、これが鉄則だとおっしゃってました。これ、しかもなぜこのメイクインが向いてるかというと、じっくりじっくり炒めていくことで、もっちりとした食感と甘みがすごく出てくるわけですよ。これ。とにかく鉄則は、薄切り、斜めに切りまして、弱火でじっくり。これがポイントです。向こうの方は僕、本当お家に家庭にも何軒にも行かせていただいたんですけど、もういいんじゃないですかって言って、まだ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 、もっともっとじっくり。で、甘みをギュッと引き出していきます。これメイクインが最適ね。型崩れもしないし。僕はそう思います。じっくりじっくり炒めていきます。めっちゃ喋ってる今日。ドイツ行って大好きになったからね。ドイツ料理美味しくないって言ってる人って僕、家庭料理味わってないと思うんですよ。ものすごく美味しいです。家庭料理。じゃあちょっとひっくり返してみましょうかね。あ、いい感じ。何がバターでじっくり炒めると何がいいかというと、このこんがりした色がまたいいんですよ。あと香り。食欲をそそる香りです。あ、キューキュー聞こえる？嬉し泣き。じゃがいもの嬉し泣き。この嬉し泣き言ってきたら、ひっくり返してねという合図です。ギューってこう言ってきたらね。これ、合図にしてください。じゃがいもの嬉し泣き。3回も言うてやるか。では、玉ねぎを切って入れていきます。やはりちょっとしたシャキッとした食感。そして玉ねぎは、付け合わせというか、相方の素材を引き出す。じゃがいもの素材の旨味を引き出す。玉ねぎ好みです。さっと炒めていただいてもいいし、しっかり炒めていただいてもいい。いい色。これぐらいディープにね、ドイツの方、もう本当にしっかり焼いてます。僕これ好きね。甘みを出していくので焦がさない。そして、やはりドイツといえば、このソーセージです。で、これちょっと特殊な僕使い方します。いいですか？包丁使わない。でちょっと潰す。親指で。ちぎってから軽く潰す。これ最高です。これを一緒に炒めていきます。どんどんいくよ。ほら、この潰れ感が、ソーセージの旨味が他のじゃがいものにしっかり入っていき、あとちょっとね、これで焼くとまたうまいんですよ、この肉の中の部分が。潰す。これをガッと炒めていきます。焦がさないように振りながら、ソーセージの旨味をどんどん出していく。で、ここで僕はニンニクをちょっと入れます。最初に入れると焦げるので、もう香り付け程度のニンニク。僕はこれが好き。で、お塩。もっと早い段階で入れてもいいかも。でも今になっちゃった。ちょっと粗挽きな感じも出て、旨味も染み込み。あとね、じゃがいもをふかしたり、レンジ加熱した状態で炒める方が多いと思うんですけど、そういう時はもうゴロゴロ切っていただいてもいいと思うんですよ。それもすごく美味しいです。ただ僕はおすすめはこの薄切りのメイクインのねっとりした甘さ。これ最高です。で、仕上げるんですが、これ本当にビールのおつまみに最適ですが、僕やっぱりおかずとしても食べていただきたいんです。晩ご飯のおかずとしても十分美味しいんです。ご飯に合う味にするために仕上げにお醤油。これ最高です。香りが最高です。
甘みの出たこんがりとしたメークインに絡む玉ねぎとソーセージ、もりもり、香ばしい香りにいい色でございますわ。好みでおマスター、好きだからたっぷり添えちゃう。好みでおパセリで、好きな方は胡椒をたっぷり散らしていただいてもいいんじゃない？僕は大好きだから散らします。よっしゃ。はい、完成しました。これがドイツ本場仕込みのジャーマンポテトでございます。そうね。